取り出したのはもう当時都内に住んでたんですけど、仕事場が毎日あちこちに行くところで、とにかく電車に乗りたくなかったんですよ。それで弟も旧車乗ってて、だったらお前バイク乗ればって言われて、たまたまそばにあった雑誌開いて、私これがいいってなって、それでじゃあ FX だったら俺の買った店で今組んでるよっていう話になって、それで見に行ってからですね。じゃあ私これ買うわってなって、それで買って、本当に足バイクでもう雨だろうが雪だろうが毎日乗ってみたいな。2代目です。1代目は何を来たんですか？同じです。ずっとじゃあもう FX だけ。はい、初代は1回盗まれてるんですよ。で自力で2週間で探し当て、もうチラシ配って、もう24時間張り込みして2週間で。っていうかね、直感でプロじゃないのがすぐ分かったんですよ。なんかいつも止めてない場所で20分ぐらいの隙にやられたので、絶対地元の子供とかだなと思って、そしたらやっぱビンゴで、なので絶対これ探せば見つかるなと思って、そう見つけ当てましたなので初代本当は手放したくなかったんですけど、この子たち2人年子で産んじゃったんで、しばらく乗れないで錆びていくのがなんかすごい忍びなくって、で手放したんですけどね。そう大事な人に持たれてた方がいいんじゃないかなと思って。21ぐらいだったと思います。あんま覚えてないんですけど、20代のなったばっかりの時に買って32ぐらいまで持ってたのか。盗まれたのは24、5の時で、そうですね。そうなんです。でその間に何台か乗ったんですけど、別のバイクだけど、なんかやっぱ買っても乗らないんですよ。なんかだったら FX もう一回なのかなと思って買ったら、やっぱりなんかね、自分とフィーリングが合うのか、これじゃなきゃ乗らないんだな私っていうのが。全然もう一回もトラブルなかったですね、初代は。これはこの状態に、友人のおかげもあってここまでなったんですけど、これはそれでもレッカー3回ぐらい呼んでるかな。初代は全くノントラブルで、そうですね。でも今はもう完璧です。これはね、ほとんど純正を残してるのでほとんどないですね。バックステップとマフラーとくらいか。あとこれはダブルディスクに最初からなってたんで、あとスプロケットがゴールドだったのか、それを銀色に変えて、私がやったのそれくらいか。フェンダーとか、細かいところは変わってます。サイドカバー見つけ直したりとか、だから純正に戻してってる感じですかね。だから
まあちょっとなんていうのライディングが自分好みになるように程度で、あと音と、あとはもうほぼ純正に近いのかな。なので何の変哲もないバイクっていう綺麗ですはい、執念で磨いてこち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 なんだろう、やっぱ主婦じゃないですか。本格的にここで何時間もってできなくて、10分とか20分の隙間にやれることって言ったらやっぱ磨くぐらいしかないので、磨くのはしょっちゅうやってますね。でもこれも変えたし、もともとビートがついてたんで、あとまあ光るところは光らせて、買った当時から比べるとやっぱかなり綺麗にはなってると思う。サスも変えたシートも変えたし。あ、サスはねこれ本意じゃないの、これから変えるの、仮付け。例えばサイドカバーとかなんか今5万ぐらいするんですね。そうで、これもいただいたし、このシートもほぼ新品の先週かいただいて、まあその分私も余ってるのは他に回しますけど、そうフェンダーもいただいたし、そうでこのサイレンさんもちょっといいやつなんですけど、そうかっこいいんですよこれが7000回転ぐらいからもうカーンってもうすごい抜けるような高音が出るんで、それかっこいいですよ。そんなにいわゆる爆音じゃないんですけど、もう低速からもうパキッと音が出るのでかっこいいです。長男が高校3年生で次男が高校2年生で年子で2人。この子は4歳ぐらいからミニモトとかやってたんで、もうとにかく小さい時からバイクでバイク乗りたいでね。なので誕生日の2ヶ月前か教習所入ってだよね。ね、次男はまあなんて言うんだろう、便乗って感じなんですけど、私の旧車の本があるんですけど、それを見て「俺これがいい!」って言って FT 指さして、でたまたま知り合いに FT マニアな方がいらっしゃって、そこからすごいいい話が出て、もうこれ今となってはこれでももう極上の方なんですけど、相場の半分以下で譲ってもらって、で私が名古屋まで取り行って、そうでここに来たんです。
ね10人ぐらいここに来る時あるよね、この子の友達とかがこの前も何台もみんなね揃いも揃ってバイク乗ったよね。で車にみんな移行し始めてるんだけど、揃いも揃ってみんなマニュアルと買ってるよねそうだからなんかある種なんか特殊なね、だから私の友達とかが来ててもみんなもう楽しいみたいで、お話聞けるのが。そのバイク乗りが。そうだからちょっと珍しいバイクの友達が来たりすると若い子何人もわーって来たりとかね。優作はある時はしょっちゅう乗ってたね。毎日乗ってました。もう暇さえあれば。で車も買ったんですけどやっぱバイクの方が楽しいみたいでね。でも私も乗るよね、週3ぐらいでは乗るか。そうですね、なんて言うんだろう、なんかそう気まぐれにさらっと出れるじゃないですか。なんかそういう時になんか車よりバイクの方がなんかピンとくるんですよなので仕事で疲れたなとかちょっとコーヒー飲みたいなとかっていう時はだいたい出動させます。ロングのツーリングとかだと月1ぐらいはあるかな。月1ぐらいか。なんだろう、私あんまり誰とでも一緒に走りたい方ではなくて、なんか基本的に一人になれるアイテムなので、この人たちと走りたいっていう人以外とだったら一人の方がいいんですよ。なのでブラザーズはもう本当すごい楽しいので、ブラザーズがどっか行くよっていう時は大体便乗させてもらってます。そうですよね。でなんか縛られたくないからバイクも持ってるって感じなので、なんか約束の時間とかそういうのも煩わしいので、今出たいっていう時に出たいし、朝行きたくないと思ったら行きたくないのでそうですね。なのでそうです、基本一人が多いですね。一回みなとみらいでね、なんかヤンキーっぽいなんかコルク半かぶった男の子たちが一生懸命ついてくるんですよ。なんだろう、私なんかしたかなと思ったら「すいませんツイッターやってますよね」とか言ってね、あれ可愛かったよねそう嬉しかったです。あれは可愛かった。ツイッターが大きいかもしれないですね。ツイッターのなんか旧車界隈ってすごい狭くて、なんかみんな誰かしらとつながってるみたいなところがあって、それで話しかけられること多いよね。見てますとかね。でも本当なんかつなげてくれてるな感はありますよね。ね、上手に使えば楽しいですよね。楽しいですね。
は全然どっちかっていうとアンチ暴走族なぐらいで、まあでも周りには多かったです。友達にいわゆる暴走族は多かったんですけど、千葉の生まれで千葉出身で、もうあっち行ってもうどちらかっていうとちんどん屋みたいな暴走族ばっかなんでしばらく石をそうそんな感じだったんで、あんまりないですね、そういうのはね。ただ一緒に車改造したのに乗ってグラチャン行ったりとかはしたことあります。で私なんか千葉なんでたどり着けないんですよ、検問だらけで。だからグラチャンって騒ぐ割には誰も行ったことがないんです結局地元ぐるぐるして回って終わったみたいなそうですね。多分最後のバイクかなと思って買ってるから、長い付き合いになるといいな。ただ大型教習に今月末ぐらいから通うんです。まあ一番乗りたいのはこれなので、何か買うってのは今んとこ考えてないけど、まあその辺は素直に何かあったら。でもこれは手放したくないな。やっぱいろんな人に手かけてもらってるし、そう一番好きなバイクだから。